今私はドイツのフランクフルトの中央駅、鉄道の中央駅の前に来ております。今日はこれから約3ヶ月の予定で東ヨーロッパ各国を訪問する旅に出たいと思います。実はフランクフルトは2回目なんですけれども、今回は来たその日に本当は夜行バスでチェコのプラハまで行く予定だったんですが、なんと夜行バスが時間通りに来なく大遅刻をいたしまして、結局その日のうちにチェコまで行ってしまうという気持ちが失せてしまいまして、1泊フランクフルトに泊まる羽目になってしまいました。今9時前なんですけれども、フランクフルト中央駅のすぐ横にありますバスターミナルの方に向かって朝のバスでこれからプラハの方に向かっていきたいと思います。フランクフルトの中央駅はこれで2回目なんですが、1回目来た時に大変な感銘を受けまして、ヨーロッパの古い鉄道の駅がそのままここにあるという感じの素晴らしく渋い建物であります。今その中を通り抜けてプラハ行きのバスが出るバスターミナルの方に向かっております。駅の側面の出入り口から一旦外に出てバスターミナルの方に向かっていきたいと思います。今ご覧いただいているのがフランクフルト中央駅の、向かって左側側面ですね。ちょっといつ頃の建物なのか分かりませんけれども、歴史感の漂う立派な建物です。ターミナルの横にあります掲示板ですね。私が乗るバスは上から3、4、5番目ですね。フリックスバスの L068 プラハ行きというのに乗ります。まだ少し時間がありますのでゆっくりしたいと思います。フリックスバスの068プラハ行きというのが私が乗るバスで、今やっと来ました。ちょっと一安心ですね。これからチェックインを済ませて荷物を預けて早めに乗り込みたいと思います。Passport ID? OK。約7時間半をかけてやっとプラハのバスターミナルに着きました。これからホテルまで移動したいと思います。タクシーでだいたい15分ぐらいかかりますでしょうか。今日はサッカーか何かのイベントがあったみたいで道がかなり混んでました。ようやく今日から4日間宿泊するホテルの前に着きました。プラハホテルという、ホステルですね。今日はホステルの中のドミトリーの部屋に泊まる予定です。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今私はプラハのフローレンスというところにあります長距離バスターミナルに来ております。今日は移動日になってまして、これからプラハを出発して南部の方にありますチェスキークロムルフというところに行きます。かなり地方の町になりますので、無事に行けるかどうかちょっと気になっているところではありますが、頑張っていきたいと思います。現在10月30日月曜日の朝ちょうど7時ですね。では行ってみましょう。こちらは国内と国際の両方のラインが合流しているバスターミナルでありまして、今日私は国内線の方に乗りたいと思っております。今ターミナルの待合室を抜けて、乗り場のプラットフォームの方に出てきました。画面向かって左側の方ですね、ちょうど真っ暗になってから着いたんですけれども、4日前にプラハに着いた時の到着ロビーであります。私のプラットフォームは12番ということなので、ちょっと12番の表示板を確認に行きたいと思います。一番奥のこの11から14というこのラインに私の乗るバスのプラットフォーム12番があります。こちらが12番ですね。8時発、853というバスです。
今私が乗るバスが到着しました。フリックスバスっていうといつもグリーンの専用のバスなんですけども、今回は違う会社のバスを使ってるみたいですね。853チェスキークルムロフ行きと、これに間違いないようです。では乗っていきたいと思います。大体どこのバスもそうですけども、トイレがついてますので非常に快適です。バスを降りまして、約10分ぐらい歩いたところに私の予約したホステルがありました。こちらですね。チェコ語もしくはロシア語なのでちょっと読み方がわからないんですけども、ユビトブナホステルというふうになるんでしょうか。こちらですね。今日はチェコのプラハからチェスキークルムロフという町までバスで移動してきました。今からチェックインをして少し休憩したいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今私はチェスキークルムロフのバスターミナルに来ております。今日はこれからお隣の国ですね、スロバキアの首都のブラティスラバの方にバスで向かいたいと思います。まだ少し時間がありますのでこのまま待ちたいと思います。パソコン作業をしながら2時間ほどカフェで過ごしましたが、私が乗るバスがこの一番上の864ズリン行きのバスですね。13時25分発です。これに乗りまして途中のブルノというチェコ第2の都市で途中下車しまして、そこで最終目的地でありますブラティスラバ行きのバスに乗り換えたいと思っております。合計8時間ほどの長旅になりますけれども、楽しんでいきたいと思います。バスに乗りたいと思います。Další zastávka České Budějovice, next stop České Budějovice. 定刻の5時40分に、バスがチェコ第2の都市ブルノーに着きました。ここで次のバスまで2時間ありますので、ちょっと夕食でも軽く取りながら時間を潰したいと思います。表示板を見つけまして、私が乗るのがこれですね。19時40分発ブダペスト、ハンガリーのブダペスト行きのフリックスバス260ですね。ちょうど2時間あります。私が乗るバスがこれですね。ブダペスト行きの260です。一駅みたいですね。では乗ってみたいと思います。約1時間40分で、ブラティスラバーのセントラルバスターミナルに着きました。これからホテルの方に向かいたいと思います。バスを降りてからタクシーに乗りまして、ようやくホテルに到着いたしました。今日泊まりますのは、ちょっと暗いですけどもセーフステイで、簡易宿泊施設ホステルですね、の中の今日またドミトリーに泊まろうと思います。なんだかんだで9時間以上移動してまして少し疲れましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今私はスロバキアの首都ブラティスラバのバスターミナルに来ております。ここは新しくできたショッピングモールの地下にあるという結構珍しいタイプのバスターミナルでありまして、ここで国内線国際線のバスが両方発着しているということで、私のバスを待っております。私のバスは22時10分発のクロアチアの首都ザグレブ行きですね。あちらの電光掲示板にも出ております。まだ1時間ちょっと時間がありますので、このまま待合室で、のんびりしたいと思います。
そろそろプラットフォームの方に向かいたいと思います。私のバスが来るプラットフォームは2番ですね。かなり広いですね。手前に1番から奥に向かって番号が続いてますね。2番ですからその1番の隣なんですけれども、あちらの表示板の方をちょっと見に行きたいと思います。上から2段目ですね。22時10分ザグレブ行きリックスバスというふうに書かれております。まだ1時間ちょっとありますけれども、中が暑いのでもうここで待ちたいと思います。こんな感じですね。私の乗るバスが今来ました。ザグレブ行きの N1282 というバスですね。ウィーンを経由するということになるんでしょうか。前週6時間半ほどの長旅になりますので、ゆっくり寝たいと思います。では乗車いたします。現在朝4時12分ですね。11月の5日日曜日です。クロアチアの首都ザグレブに到着いたしました。まだちょっと周りが暗いので明るくなるまで、バスターミナルで過ごしてからホテルの方まで歩いていきたいと思います。ホテルの方は確か1.5 キロぐらいだったと思いますので、そんなに遠くはありません。少し休憩したいと思います。バスターミナルから調べておいた地図に沿って、歩いてきまして約15分で、ホテルの方に到着いたしました。今日から3泊ですねするホテルがこちら、ホステルテムザというホテルになります。簡易宿泊場でやはりドミトリーになります。今回ですね、プラハとそれからブラティスラバとこちらザグレブと3回目のドミトリーになるんですけれども、かなりドミトリーにも慣れてきまして、意外と安くて快適に泊まれるんだなというのを実感しております。今日はまだ時間が早いので、どこかで時間を潰した後チェックインしたいと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今私はクロアチアの首都ザグレブの長距離バスターミナルのロビーに来ております。今日はこの後夜行バスに乗りまして、同じくクロアチアの南部の海沿いの町ドゥブロブニクに行きたいと思っております。夜行バスで約9時間45分の一番の長旅に今回なりますけれども、楽しんでいきたいと思います。この時間帯からは夜行バスに乗る人がバスを待っていると、そんな感じの人が多いですね。こちらが出発ロビーですね。そんなに人はいないですけれども、まだまだこれから増えてくるのかもしれません。私の乗るバスがこの水色の富士発ですね。リックスバスの夜行バスでザグレブから1箇所途中で停車をした後、最終目的地のドゥブロブニクに参ります。401のプラットフォームですね。まだ1時間弱ありますので、もう少しホームの方で、ゆっくりしたいと思います。出発まで30分ちょっと前になりましたので、そろそろプラットフォームの方に行きたいと思います。プラットフォームは401ですね。この階段を降りるんだと思います。プラットフォームに降りてきました。まだほとんど誰もいない感じですね。ぐるっとカメラ回すとこんな感じです。で今回のバスなんですけども、直行便で9時間45分というかなり長い旅なんですが、料金の方が40ドルちょっとですね。アメリカドルの表示になってますけども、今のレートでだいたい6000円ちょっとぐらいという料金です。私の乗るバスが到着しました。座席の指定はないようですね。夜が明けてきました。ただいま
6時過ぎ、6時10分ぐらいでしょうか。もう間もなくドブロブニクに到着いたします。ほぼ定刻通りで、バスはクロアチア南部の町、ドゥブロブニクに到着いたしました。チェックインの時間までまだ少し時間がありますので、バスターミナル周辺を散策したいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。私は今クロアチアの南部の町ドゥブロブニクのバスターミナルに来ております。今現在時刻は午前6時を過ぎたところです。今日はこれから長距離バスに乗りまして、お隣の国モンテネグロの首都ポドゴリッツァの方に向かいたいと思います。まだバスの到着まで1時間少々ありますので、こちらで少し待ちたいと思います。まだ6時頃ということもありまして、ほとんど誰もいません。売店もまだ閉まってますので、このまま待ちたいと思いますが、気温は14度ということで、さほど寒くはないのでありがたいです。私が乗るバスが到着しました。こちらのバスですね。ザグレブから来ているようですが、ポドゴリッツァ行きですね。午後1時の到着予定です。もう少し時間がありますので、待ちたいと思います。今バスに乗車いたしました。約6時間でポドゴリッツァに着きます。車中では景色を見たりパソコン作業をしながら過ごしたいと思っております。7時15分、定刻通り出発しました。旧市街が見えてきました。今日も天気はまずまずのようですね。海が綺麗です。これはアドリア海ですね。向こう岸はイタリアです。先ほどクロアチアを出国して、モンテネグロの方に入国いたしました。パスポートコントロールを出国と入国の2カ所済ませたところです。こちらが、クロアチアの出国のスタンプですね。こちらがモンテネグロの入国のスタンプです。モンテネグロに入国しまして、40分ほど走ったところです。これは湖ではなく湾ですね。内海になっております。今内海沿いをずっとこのぐるっと一周するようにバスは走っておりますが、もう間もなくしますとユネスコの世界文化遺産に登録されている町コトルというところに停車するはずです。非常に綺麗なところで、有名な観光地であります。大型のクルーザーも止まってますね。もうそろそろコトルだと思います。最初の停車地ですね。コトルに着きました。コトルのバスターミナルで10分休憩がありましたので撮影することができました。こんな感じですね、バスターミナルは。間もなく出発です。コトルを出発して、再び首都へ向かっております。定刻の1時より20分早く、目的地でありますモンテネグロの首都ポドゴリッツァに到着しました。ホテルまでは歩いて3分ほどみたいなので、少し休憩してから歩いてホテルまで行きたいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
私は今モンテネグロの首都ポドゴリッツァのメインバスターミナルに来ております。ここポドゴリッツァには4日間滞在いたしました。で、今日は移動日になっておりまして、長距離バスに乗りまして、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエバの方に向かいたいと思っております。ただ、バスの運行状況の都合で、どうしてもバスのタイミングが合わず、一旦、クロアチアのドゥブルブニクで、降りて1泊した後、明日の夜ですねに、サラエボの方に着く予定になっております。もう少しバスが来るまで時間がありますので、このまま少し待ちたいと思います。今バスが出発いたしました。道の状況によりますけれども、約5時間ですね、のバス旅になります。車中ではもう暗くなりますので、パソコンの作業を少ししてゆっくりしたいと思います。定刻通りで、クロアチアのドゥブルブニクに到着いたしました。私にとってはこれは2回目になりますので、なんとなく懐かしい気もしますが、早速もう夜も遅くなってきましたので、ホテルの方に向かいたいと思います。今私はクロアチアの南部の世界遺産の町ドゥブルブニクのメインバスターミナルにいます。昨日からボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボに向けての移動中なんですけれども、バスの乗り継ぎの都合の関係でこのドゥブルブニクに1泊いたしました。今日の午後4時のバスでサラエボの方に入りたいと思っております。まだ少し時間がありますので、バス停でゆっくりしたいと思います。私の乗るバスが到着いたしました。こちらのバスですね、今ちょうど標識が付け替わりましたが、ドゥブルブニクからビソコというんでしょうか、このバスの途中にサラエボがあります。だいたい6時間ぐらいのバスの移動になりまして、現地サラエボに着くのが午後の10時頃になる予定です。では乗り込んでいきたいと思います。定刻の午後4時ちょうどに出発いたしました。港ではマーケットのようなものがありました。私は今ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボのメインバスターミナルに来ております。今日はこれから夜行バスに乗りまして、お隣のセルビアの首都ベオグラードの方に向かいたいと思っております。バスの到着まであと1時間ほどなんですが、プラットフォームの方に移動して待ちたいと思います。8時過ぎなんですけども、夕方来た時から比べるとほとんども人がいないですね。待合に使われるカフェも数人がいるだけで、閉まってるカフェもありますね。もうガラーンとしたバスターミナルでちょっと寂しい気もしますけれども、もう夜行バスに乗るのもこれで何度か目なので、結構こういう雰囲気にも少しは慣れてきたような気もしております。もう少し待ちたいと思います。吹きさらしのプラットフォームで待とうかなと一瞬思ったんですが、やっぱり寒いのとまだ30分ぐらいありますので、カフェに入りました。あったかいところでコーヒー飲んで待ちたいと思います。美味しいですね。私の乗るバスが定刻の30分前に着きました。意外と早く着いたなと思ってたら始発ですね。ではこれから乗り込みたいと思います。よいしょ。間もなく出発のようです。今出発いたしました。到着は明日
の朝6時15分の予定ですので、9時間15分とまたほぼ最長に近い時間の移動になりますが、寝たりパソコン作業したりくつろいでいきたいと思います。全く予想してなかったんですが、途中で、バスが変わるということで降ろされました。今代わりのバスを待っているところです。みんなも少し戸惑っているような感じがしますが、少し待ってみたいと思います。ようやくバスが来ました。周りの人もほっとしているような感じですね。乗り込みたいと思います。皆さん待ちくたびれたように続々と乗り込んでいます。やっと乗れました。今発車しました。約1時間待ちでしたですね。到着予定の6時15分を約45分過ぎていまして、もう間もなく、ベオグラードの方に到着すると思います。夜は完全に明けました。到着したので降りたいと思います。ベオグラードのメインバスターミナルの到着プラットフォームに今降りました。そんなに寒くはないですね。バスの気温表示でだいたい6度ということですので、明け方の6度ですから、昨日までいたサラエボと比べると全然暖かいなというふうに思います。宿のチェックインが10時ですので、少しこのメインバスターミナルで過ごしてから移動したいと思います。ではこれから宿泊先のホステルの方に向かいたいと思います。メインバスターミナルから歩いて数分ですね。Google マップ通り予約しておいたホステルがありました。黄色い看板のホステルと書いてあるところですね。疲れました。結局夜行バス9時間15分のはずが10時間半ほどかかりまして、過去2度目の10時間超えのバス移動となってしまいました。ちょっとホテルでゆっくりしたいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今私はセルビアの首都ベオグラードのメインバスターミナルに来ております。時刻は現在午前0時を回ったところで、気温がほぼ0度とかなり寒い中ですが、これから夜行バスに乗りまして、お隣の国北マケドニアの首都、スコピエに向かいたいと思っております。間もなくバスが来ますので、もう少しここで待ちたいと思います。私の乗るバスが到着しました。北マケドニアの首都スコピエ行きですね。では乗車したいと思います。チェックインが終わりました。席はいつものここにしましょうか。今発車いたしました。帝国通りですね。スコピエへの到着は今日の朝8時45分ですね。約9時間のバスの旅になります。もう遅いので、ゆっくりくつろいで寝たいと思います。夜が明けてきまして、外を見ますと一面雪化粧ですね。先ほど無事にセルビアを出国して北マケドニアに入国できました。ずっと雪景色が続いていますが、ちょっと雪の量が少なくなってきた感じですね。おそらく、高度が下がってきたんだろうと思います。予定通りですとあと30分ぐらいで首都スコピエに着く予定です。
メインバスターミナルまでの途中、市街地に入ってきましたが、モスクが結構ありますね。おそらく人口比のうちある程度の部分はムスリムの人たちなんだろうと思います。バスターミナルに到着したようです。到着いたしました。降りたいと思います。予定より20分ほど遅れまして、北マケドニアの首都スコルピエに到着いたしました。これからホテルの方に向かいたいと思います。バスターミナルから歩いて約5分ですね。調べておいた地図通り来まして、宿泊先のホステルを見つけました。ちょっと偏僻なところといえば偏僻なところにありますが、駅から徒歩5分です。今日から3日間ですね、泊まりますのがこちらのレールウェイホステルという名前のホステルです。約9時間のバスの長旅で少々疲れましたので、できるだけ早い時間にチェックインをして、休憩したいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。私は今北マケドニアの首都スコピエのメインバスターミナルに来ております。今日はこれからこのスコピエからギリシャのテッサロニキの方にバスで移動したいと思っております。バスの時間までもう少しやりますので、こちらロビーで少しくつろぎたいと思います。30分前になりましたので、プラットフォームの方に出てきました。こんな感じですね。もう少しここで待ちたいと思います。どうやら私の乗るバスが来たようですが、初めてのマイクロバスですね。ちょっとびっくりしました。定刻の10分前ですけども、定員に達したようで、出発です。1つ目の停車駅ですね。ちょっと休憩です。再び出発です。まもなくテッサロニキに到着しそうです。ちょっと見にくいかもしれませんけども、正面の街の明かりがテッサロニキですね。ギリシャのテッサロニキに到着いたしました。メインバスステーションというよりかは鉄道駅横のバス停という感じですけども、こんな感じですね。すぐ横には鉄道が走ってます。ホテルまでは歩いて行けそうな感じですので、これから歩いてホテルの方まで向かいたいと思います。Google マップの地図通りに来るとドンピシャでしたね。今日の宿泊する施設はこちらです。ステイハイブリッドユースホステルですね。いや疲れました。バス移動そのものは4時間弱だったんでさほど長くはなかったんですけれども、バスがマイクロバスだったので少し腕がきつかったかなというのが率直な感想です。今日はちょっとこれから軽く食事をして早めに休みたいと思っております。私は今ギリシャのテッサロニキというところにいます。今日はこれからバスと列車を使って首都アテネの方に移動したいと思っております。バスが到着するまでもう少し時間がありますのでロビーで待ちたいと思います。現在7時半ですね。夜が明けてきました。鉄道駅の真横にあるバスターミナルで、私が乗るバスを今待っておりますが、もう間もなく来ると思います。私のバスが来ましたので乗り込みたいと思います。バスが定刻を3分ほど遅れて出発いたしました。途中のグラビーというところで下車して、そこから鉄道になるようです。バスで約3時間半かけて
ちょっと場所がよく分かりませんが、予定の駅まで来ました。ここからこの列車に乗って、約2時間半ですね、2時間半ぐらいでアテネに到着するはずです。もう少しでアテネ到着です。では乗り込みたいと思います。こちらの2号車の61ですね。今扉が閉まりまして、発車いたしました。プラットフォームの番号が地下の通路の張り紙だけで、ホームに上がってくると一切何の案内もないのでちょっと不安なんですが、人に聞いたり様子を見てるとこれしか電車がないし、多分間違いないなと思うので、乗っております。予定ですと2時間後ですねにアテネに到着するはずです。だいぶ市街地に入ってきましたので、おそらく間もなくΑνακοίνωση. Σε λίγα λεπτά η αμαξοστοιχεία θα κρυφτεί στο σταθμό της Αθήνας, όπου είναι και ο τερματικός σταθμός. アテネ中央駅に到着しました。では降りたいと思います。今アテネ中央駅に降りました。やっと着きました。ちょうど7時間ですね。朝の8時にテサロニキを出て、午後3時に着きました。では早速予約したホステルの方に向かいたいと思います。今改札を出て駅舎の外に出てきました。これがアテネの鉄道の中央駅ですね。思ったよりもコンパクトだなというのが率直な感想ですが、久しぶりにメトロのある街にやってきました。ホテルはこっちの方角なので、これから歩いてホテルまで向かいたいと思います。Google マップの地図通りに来まして、今回4日間ですね宿泊するホステルにたどり着きました。今回お世話になりますのがこちらのバローホステルというホステルです。早速チェックインして、まだ夕方早い時間なんですけども、ご飯を何も食べてないので、ちょっと食事がてらホステル周辺を散策したいと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。